こんにちは、プリンセスモナコです。今日はね、小松菜したいと思います。小松菜の漬物風にしてあっさりといただきたいと思います。お願いします。はい、小松菜1袋あります。1袋で4束ですね。これ洗って使いましょう。洗ってそうだったね。根元の方を切ってから洗いましょう。ね、砂入ってるかもしれないしね。はい、切りましたよ。こんな風に。まあ、砂は入ってないでしょうけどね。さすがに店から買ってきたから砂はないでしょうけど洗いましたよ。よいしょ。これまだ切らなくていいんだ。漬物風にするので、よいしょ。これをね、タッパーに入れますね。タッパーに。タッパーに入れてね、塩もみします。漬物みたいにあっさりいただきたいので塩もみしますよ。小さじ1杯ほど塩入れました。そして蓋をしてよいしょ。そしてこれを揉みますよ。1時間とか30分とか置いといたらいいんですけど、その代わりに揉んでますね。でも味が早く染み入るように切りますか？そうだね。袋いらないか。食べやすい大きさに切りますね。はい、切りました。ボウルに入れましたよ。塩もみして、そして今度は昆布だし、本だし入れますね。本だし適当に、これ 8g だから3分の1だから3g ほど入れました。からしも入れます。輪切りにしたからしも入れます。お砂糖もちょっと入れますね。お砂糖は小さじ半分ほど入れます。小さじ半分。酢は大さじ1杯ほど入れましょう。はい、そしてあと昆布入れます。刻み昆布。
刻み昆布入れますね。刻み昆布はどれぐらい？適当でいいでしょうか。はい、そしてこれ混ぜます。混ぜてね。これはしばらく置いてから食べた、1時間ほどでも置いてから食べた方が味が馴染んで美味しいと思いますけど。はい、小松菜がこれくらいの量になりました。袋に入れたのでね、ちょっと揉めますね。ちょっと揉んで味をなじませたら早く食べれますね。よいしょ。味をちょっとなじませて、もしこの昆布の量で足りなかったら塩を加えましょう。よいしょ。はいはい。どうでしょうか、これで。結構揉んだんだけど。よいしょ。はい。小松菜の漬物ができたです。はいはい。はい、できました。だいぶ揉み込みましたよ。でも置いといた方が本当は味が染みていいですね。ちょっといただいてみましょう。ちょっといただいてみますよ。この茎の部分はまだちょっと硬いですね。でも美味しいけど、美味しい。野沢菜漬けあるでしょ。あんな感じです。これはいいかな。お茶受けにもいい。漬物にもいいんですけど、お茶受けにもいい。美味しいです。これは、成功ですね。はい、ありがとうございます。プリンセスモナコでした。ありがとうございます。